夕暮れの空に火の玉が浮かんでいた。1950年代のアメリカ、旅客機のパイロットたちが次々と管制官に報告した。西の空に銀色に光る正体不明の物体がいると。目撃は増え続けた。だが、その多くには一つの同じ答えがあった。それは、空の上を飛ぶ政府自身の秘密だった。1950年代、アメリカでは UFO の目撃報告が急増していた。空軍は、プロジェクトブルーブックという専門の調査部門を作り、一件ずつ正体を調べていた。報告の多くは夕方に集中していた。東から西へ向かう旅客機のパイロットが、太陽の沈んだ空に燃えるように輝く物体を見たというものだった。誰もその正体をはっきりとは説明できなかった。同じ頃 CIA はある航空機を極秘で開発していた。計画名はアクアトーン。設計したのはアメリカの航空機メーカーロッキードのケリー・ジョンソン。機体の名は U2。ソ連の上空を撮影するための偵察機だった。撃ち落とされないために、この機体は当時の常識をはるかに超える高度を飛んだ。その高さが思いがけない副作用を生むことになる。当時旅客機が飛んでいたのは高度およそ2万フィート。軍の爆撃機でも4万フィートより下だった。ところが U2 が飛んだのは6万フィートより上。およそ1万8000メートル。人類が日常的に飛んだことのない高さである。この4万フィートもの高度の差が地上から見上げる人々に錯覚をもたらした。仕組みはこうだ。日が沈むと高度2万フィートを飛ぶ旅客機は地上と同じ闇の中に入る。だが、その遥か上6万フィートでは地平線がずっと遠い。太陽はまだ沈みきっていない。だから U2 の銀色の翼だけが地平線の下の夕日を受けて輝いた。4万フィート下の旅客機から見上げると、それは暗い空に浮かぶ一つの火の玉に見えた。パイロットが報告したあの正体不明の物体である。管制官のもとにはこうした報告が次々と寄せられた。ブルーブックの調査官は目撃の日時と場所を控えた。そしてその情報を CIA や空軍に紹介した。すると多くの場合、同じ時刻に同じ空域を一機の U2 が飛んでいた。目撃の正体は地図の上で飛行記録と静かに重なっていった。そして数十年後、CIA は自らの歴史を記した一冊の交換誌を発表した。U2 とその後継オックスカートの開発の記録である。その72ページにこう書かれている。1950年代後半から1960年代にかけての UFO 報告の半数以上は高高度を飛ぶこれらの偵察機で説明がつくと、政府自身が公式の文書の中でそう記していた。物語には続きがある。U2 の後継として作られた偵察機、オックスカートは、ネバダ州の砂漠にある秘密の基地で試験飛行を繰り返した。後にエリア51と呼ばれる場所である。この黒いくさび型の機体が試験を重ねる中で周辺の町からは、また正体不明の光の目撃が寄せられた。世界中の UFO の噂が集まるあの基地。そこで見上げられた光のいくつかもまた政府の秘密の機体だった。ただしこれは全ての UFO 報告が U2 だったという意味ではない。CIA が説明できると記したのはあくまで報告の一部である。残りの目撃が何だったのかはこの文書は答えていない。そして正体が偵察機だと分かった後も、空を見上げる人々からの報告が止まることはなかった。あの夕暮れの火の玉、その正体の多くは、闇の中でただ一気夕日を受けて輝いていた銀の翼だった。地上の誰も、その存在を知らされていなかった。秘密の高さを飛ぶ秘密の機体。それがいくつもの謎を生み、そして政府自身の記録の中に答えを残した。それでも、
私たちが見上げる空には、まだ説明のつかない光も残されている。本動画で取り上げた CIA の交換誌 U2 とオックスカートの記録は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年6月12日、リリース03として公開した公式記録だ。原版書は war.gov/UFO で閲覧できる。本チャンネルは、アメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。